皆さんこんにちは、わくぼりです。今回は大きい木彫りを彫るときに便利な3つのアイテムを紹介したいと思います。僕は普段小さめの木彫りを彫ることが多いです。手のひらに収まる程度のものであったりとか、こちらのものでも、木材ではだいたい高さ20センチぐらい、このぐらいのものを好んで彫っています。で、今回お仕事で彫らせていただいたのが、これが今回お仕事をいただいて彫った角材の大きさになります。こうやって比べてみると普段彫っているものとはだいぶ大きさが違うのがわかると思います。このぐらい大きさが変わってくると普段使わない道具とかも必要になってきます。なので今回彫ってみて改めてこれは必要だったな、なかったら彫れなかったなっていうものを紹介したいと思います。はい、1つ目のアイテムはこちらです。工作用紙になります。こちら、ダイソーで6枚入り、5枚入りか6枚入りで100円で売っているものになります。試しに工作用紙に、ドラえもんの絵を描いてみました。やっぱり、思ったのが、こういう垂直を出すとき、こういう台の垂直を出すときとかに、もともと線が、マス目状に書いてあるので、いちいちこう、測ったりとか、こう差し替えの直角を利用して引く必要がないので、これがむちゃくちゃ楽です。はい、ただ線をなぞればそのまま、木の枠も出せるし台も出せるし、そういうストレスが全然ありません。はい、加えて中心線を引いてしまえばそこからの左右の差、右手よりも左手の方が妙に、外側に出ていたりとか、目のサイズとかも右目だけやたら大きかったりとかするとおかしいので、そういうのは訂正しないといけないんですが、そういうのも気づきやすいです。加えて正面図が書き終わって側面図を書くよっていう時に、こういちいちこの直角を差し替えで合わせて高さがここだからとかそういう作業が全くいらないので、こう見たまま、手がここの位置にあるからじゃあ側面もここだな、手はここだなとか、そういう風にできるので、書くのがすごい楽だしスピードも速いと思います。2つ目のアイテムはこちら、鉛筆通す缶になります。こちら、木彫りをされない方だとあんまり目にかかることはないと思うんですが、これが今回はもうとても役に立ちました。ではどういうふうに使ったかというのを簡単に紹介したいと思います。通す缶の使いどころはまず粗彫りでやっていきます。このぐらいの手で持てるぐらいのサイズであれば、まず正面の、型紙の絵を描いてその絵の外側を取ります。その後側面の絵をこうやって合わせて、描いていきます。でこの時、正面の余分なところを取っているので、型紙と、木の間に空間ができます。でもこの空間がこのぐらいの、狭い空間であれば、こうやって目で合わせて点を打ったりとかして描いていくことが十分可能です。ですがこのぐらいのサイズのものになってくるとなかなかそうはいきません。例えば正面の余分をこうやって、粗彫りした後に側面を描こうとすると、もうこの位置なんかはもう4センチ以上空間が空いてしまっています。そこにこの、型紙を合わせて撮るってなると、この目線が多少こうずれてしまうと、この木に当たる、印がもうとんでもなくずれてしまいます。そんな曖昧な状態で粗彫りをするっていうのはとても怖いので、型紙で粗彫りを取るということをそもそもしません。この大きさになると。じゃあどうやってやっていくかっていうと、型紙ではなくて直接、木材に絵を描いていくような、やり方になります。この工作用紙、すごいいい点がここでも出てきて、この間隔ごとに枠が、この太い線があるのが分かりますか？この線、これを利用します。この間隔と同じ間隔で、線を引いていきます。縦の線は中心線もその隣の線もこうやって差し金で描いていきますが、横の線はこうやって型紙に線を合わせてそのままスライドして引けば、同じ高さで線が引きます。これの上もそう。こうやって合わせて線を引く。これだけの作業で、この必要な枠線が引くことができます。これもしも通す感がなかったら、縦の線と同じようにこういう風に高さを測って、この高さを木に合わせてちょんと印をつけていって
で横に線を引いてそれをぐるーっと一周やるっていう作業をしないといけません。これがあるだけですごい効率的になります。でまたこの枠線っていうのが荒彫りをすると、すぐ、その面は消えてしまうのでまた書き直さなくてはいけません。その時にも、通す感があればすぐにちょんと、ここからこの高さっていうのを引っ張ってきて横に引き直すことですぐ引き直すことができます。これがまず荒彫りで通す感が活躍する、ポイントですね。で荒彫りが終わった後もうある程度形が出てきて、ドラえもんだったらこの目とか鼻とか刻んだりとか、形を細かく出さなくちゃいけない時なんかにこのぐらいの大きさになると、目の高さだいたいどのぐらいだろう、ここだからだいたいこのぐらいかなって目感覚で撮るのはすごく怖いです。ただ通す感があればここが目の下の位置でここが目の上の位置というふうにこう下への高さをそのまま忠実に線を引いてくれます。もうこれがめちゃめちゃ助かります。これがないと本当にもう怖くて、進めない作業できないっていうところがたくさん出てきます。大きい木彫りをするときっていうのはもうこの通す感必須アイテムとなってきます。それでは最後のアイテムを紹介する前に少し番外編として今回の、仕事には間に合わなかったんですけど仕事しながらこれがないと大変だなと思ったものを、改めて購入したのでそれを紹介したいと思います。それがこちらの彫刻刀差しのみと言います。先端に、これは平刀がついていてこの柄の部分これが普通の彫刻刀の柄でもなくてこういう叩きのみの柄でもありません。でこれが何で欲しかったかっていうと、例えばこの、ドラえもんの型紙の場合この部分この足の横の部分っていうのは、ここが台座でここが何もないのでここは平らに向こう側まで突き抜ける、場所となります。25センチぐらいの幅を突き抜けて、平らにしなくてはいけません。ただこれが、こういう叩きのみだと、持ってると届かないんですよね。この半分ぐらいまで半分もいかないぐらいまでしか、つくことができません。なのでしょうがないのでこっちからついて反対側はこっちからついたりとかもしくはこの平刀とか丸刀でこの刃表で、こういう角度で、平らにしていくという作業をしなくてはいけませんでした。もうこれがすごく大変でした。なのでこういう月のみが、必要だなと思って購入しました。ただこの月のみこの部分が、短くてですね、叩きのみとそんなに変わんないんですよね。これ長さで言うと13センチぐらいなんですかね。理想で言うとこの柄の部分がもっと倍以上の30センチぐらいあったらこの部分も楽勝でこうついていくことができるなと。30センチの柄が欲しかったのと先端の部分が平刀じゃなくてこういうこの薄い裏丸になってる柄が30センチあるものが、僕の理想で今回思ったのが、先端の部分は別に、叩きのみの絵でもそんな別にいいので先端を買って絵の部分は自分で作ってみるのも面白いかなと、今回改めて思いました。でこの絵の部分30センチあっても手で持つだけだとやっぱりこのつく時に結構力技でやらないといけないのでそれが結局大変なので30センチにしつつ叩きのみみたいにこのかつら金をつけれて、金槌とかで叩けるようなを作ろうかなと、思っています。大きい木彫りをするときにあった方がいいもの、絶対あってよかったと思った最後のアイテムはこちらチェーンソーになります。今回この仕事のためにこのチェーンソーを買いました。刃の長さがだいたい30センチ、出てるようなチェーンソーになります。これ安くて、Amazon だったかな Amazon だったかで1万ちょっとで、購入しました。こういう普段彫っているような、サイズの木彫りにはこんなチェーンソーも絶対使わないんですけど、こういうサイズのものになってくるとチェーンソーがあることがやっぱり結構助けになるなと思いました。例えばこういう図面だとここの部分を切り落としてここの部分はこういうふうに三角に取ってでここは、台の切り込みを入れて、この部分もある程度木取りの時に取っておきたい。こういうふうに荒取りでやりたいことたくさんあるんですよね。
でそれをいちいちこの手のノコギリでやろうとすると、難しい難しくないっていう話以前に労力がすごくかかるので、そういう面でチェーンソーがすごく助けになりました。でチェーンソーのいい点は、こう下へさえ描いてしまえばそこに合わせる、当てるだけでガガガガガとこう削れていく、これが一番の、利点です。ということで今回は大きい木彫りをするときに必須なアイテム3つを紹介しました。まず1つ目はこの工作用紙、これは下絵を描くときにとても、助かりました。で2つ目はこの鉛筆通す管、これは木取りの時から仕上げまで、ずーっと使ったし、これがないと成り立たないぐらいすごい重宝しました。で3つ目がこのチェーンソー、これから木彫りを始めてどんどん大きいものも作っていきたいと思っている方は今回の動画参考になればとても嬉しいです。それでは皆さん、今回の動画も見ていただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。